皆さんは試験前夜、つい睡眠時間を削ってでも勉強しようとしていませんか？実はそれ、逆効果かもしれません。睡眠研究の第一人者である、ハーバード大学医学部のロバート・スティックゴールド博士は、睡眠と記憶の関係について驚くべき研究結果を示しています。マイクロソフト創業者のビル・ゲイツでさえ、締め切り直前には72時間不眠でプログラミングした、と誇らしげに語ったことがありますが、スティックゴールド博士はその話に、こんなユーモラスな返答をしました。Phil's talking about the importance of sleep and the way we neglect it often reminded me of a story I like to tell about Bill Gates, who once said that his programmers were so dedicated that if they had a deadline coming up, they could program 72 hours straight without sleep. And my response was yes, and the product was Windows. 思わず苦笑してしまうエピソードですが、72時間も寝ずに働けば、ソフトの出来も悪くなるという皮肉です。冗談はさておき、睡眠不足はパフォーマンスだけでなく、健康面でも深刻な悪影響を及ぼします。スティックゴールド博士は、寝ないと死ぬ、というショッキングな事実すら指摘しています。So I'm going to tell you some things about sleep, and I'm going to start with the bad news. If you don't sleep, you die.When you experimentally sleep-deprive rats, they die in 2 to 4 weeks. All of them. Unfortunately, they won't let us do this with human subjects. But there is unfortunately a biological disorder which serves as an example in humans.A rare genetic disorder that has the same effect, and it's known as fatal familial insomnia, which sort of says all. It's a prior. この致死性家族性不眠症では、患者は30代から40代で徐々に眠れなくなり、完全に眠れない状態が2ヶ月から3ヶ月続くと命を落としてしまいます。つまり人間も極度の睡眠不足が続けば死に至るのです。命までは落とさなくとも、一晩の徹夜や数日の短眠でも私たちの体には驚くほどのダメージが蓄積します。スティックゴールド博士の講演から睡眠の重要性と驚くべき効果について研究結果を引用しながら解説していきましょう。試験勉強の追い込みで徹夜すると頭がぼーっとして効率が落ちる程度では済みません。免疫力の低下や代謝異常など身体的にも深刻な影響があります。博士はワクチン接種の効果と睡眠の関係についてこんなデータを示しています。If you get no sleep the night before a hepatitis A vaccination, you only produce half as much antibody as you would if you had had a normal night of sleep. And that probably goes for COVID vaccinations as well. You lose half the power of those vaccinations by losing one night of sleep. 驚くべきことに、たった一夜の徹夜で免疫反応が半減する可能性があります。また、慢性的な短時間睡眠も危険です。博士は、数日間にわたる睡眠不足が血糖値コントロールに及ぼす影響についても言及しています。And if you go and get only 4 hours of sleep a night for 5 hours, you start looking pre-diabetic. By the way, 5日程度の寝不足で、インスリンの働きが 30% 低下し、血糖を処理する能力が著しく落ちてしまうという研究結果もあります。要するに、徹夜や睡眠不足は免疫力の低下や代謝異常につながり、健康を大きく損なうのです。夜遅くまで勉強して得た数点の知識より、十分な睡眠による健康と脳機能の方がよほど大切だと言えそうです。健康面だけでなく、睡眠は記憶力や学習能力にも絶大な効果を発揮します。スティックゴールド博士は、あるシンプルな運動スキルの学習実験で、睡眠の有無によるパフォーマンスの変化を調べました。被験者は左手で、4、1、3、2、4のキーシーケンスをできるだけ早く、正確にタイピングする練習をします。朝に練習したグループと夜に練習したグループに分け、12時間後に再テストすると、夜に練習して一晩寝たグループだけが大幅に上達していたのです。
The ones who were trained in the evening and have had a night of sleep are 15 to 20% faster and more accurate than they were when they finished the night before. Whereas those who trained in the morning are maybe one sequence faster that evening. 一晩寝ただけで技能が2割近く向上するとは驚きです。この現象、実は私たちも日常で経験しています。博士はピアノの練習を例に挙げています。If you've ever had this experience like you're trying to learn a Chopin etude and you reach a part that you just can't get and you slam the piano cover down in irritation and you go off and then you come back the next day and you open up the piano and you play it perfectly the first time through. Most people think it's because they were tired when they were done practicing and they couldn't do it then. But in fact, they got better at playing the piano over their night of sleep. Now, 前日の自分には弾けなかったフレーズが寝て起きたら弾けるようになる。これは決して気のせいでも偶然でもなく、脳が睡眠中に練習内容を整理してスキルを向上させた結果なのです。そして重要なのは、この効果は時間経過ではなく、睡眠によってもたらされるという点です。朝練習して上達が見られなかった人たちも、その翌日に一晩寝れば同様に上達しました。Now, fortunately, those who trained in the morning haven't lost it. They will, in fact, when they get to sleep that night, get the same improvement. So it's sleep dependent, not time dependent. ポイントは、勉強や練習の後にしっかり睡眠をとることが上達の鍵だということです。実験では、運動技能の上達には主にノンレム睡眠の後半部分が関与していることも分かりました。科目によって睡眠中に最適化される記憶の種類が異なることも判明していますが、それについては後ほど触れます。まずは睡眠中に私たちの脳が記憶を取捨選択するという興味深い話題を見てみましょう。睡眠中、脳はただ情報を強化するだけでなく、重要な情報とそうでない情報をより分ける作業もしています。博士は感情的に重要な記憶が睡眠によって選択的に保持されることを示す実験を紹介しました。この実験では被験者に様々な写真を見せ、一部の写真はグロテスクなものになっています。被験者には写真を見て近づきたい場面か避けたい場面か判断してもらった後、12時間後に写真の記憶テストを行いました。その結果、感情的に中立な写真では睡眠をとっても起きていても記憶の減衰率に差はなく、どちらも一定量の忘却が起こりました。しかし、感情的に刺激の強い写真では明確な違いが現れました。睡眠をとったグループは写真中の感情的な対象をはっきり覚えており、むしろわずかに記憶が強化されていたのに対し、背景の細部や感情的に中立な写真の記憶は大きく薄れていたのです。博士の説明を聞いてみましょう。But for those emotional objects in the center of those slides, for people who have slept before retesting, they're actually a little bit better. So sleep and not wake provides a strengthening and a stabilizing of the emotional core of the memory, but lets neutral scenes and the neutral background slowly fade away. And this 睡眠によって記憶の取捨選択が行われ、心に響く重要な部分だけが保存される。この現象は現実の記憶にも心当たりがあります。恐ろしい体験をした人は、その時の感情や革新的な出来事は鮮明に覚えている一方、周囲の些細なディテールは思い出せなかったりします。また人は、自分の人生における大事な出来事を中心に記憶を残していきますよね。博士も自伝的記憶はこうして形作られると述べていました。つまり睡眠は膨大な一日の記憶から自分にとって意味のある情報を抽出し、余計な細部を捨て去る役割を果たしているのです。さらに驚くべきことに、睡眠中の脳は複雑なパターンやルールの発見といった単なる記憶強化以上の働きをしてくれます。博士はトランプカードを使った天気予報ゲームの実験を紹介しました。4種類のカードを見せて、晴れか雨かを予測させるゲームで、それぞれのカードは
例えば、ある絵柄は 80% の確率で晴れなど、裏に隠れた出現確率があります。被験者は、ルールを教えられないまま、試行錯誤で200回の予想を行い、その後、正解をフィードバックされます。このような曖昧な確率のパターンでも、人間の脳はなんとなく感覚をつかむことができますが、はっきりとルールを言葉で説明するのは苦手です。ところが、このゲームでも睡眠が結果に大きな差を生みました。朝に訓練して1日起きていたグループは、訓練直後と比べて正解率がわずかに上がった程度でした。しかし、夜に訓練して睡眠を挟んだグループは、翌朝の正解率が 11% も向上していたのです。博士はこの効果を次のように表現しています。But the ones who were trained in the evening and tested the next morning are 11% better the next morning. It's actually not an exaggeration to say that these people understand how the world works better when they wake up in the morning than they did when they went to bed the night before. And this is... 睡眠によってパターンや隠れたルールを脳が抽出し、直感的な理解力が増すのです。起きている間に得た経験を、寝ている間に脳が整理統合し、こうすればいいんじゃないか、このパターンはこうだ、と、モデル化してくれていると考えられます。まさに、寝ている間に成長するという表現通り、朝起きたら賢くなっているというわけですね。ちなみに、このパターン学習の向上には、レム睡眠が深く関与していたことも分かっています。運動技能にはノンレム睡眠、直感的学習にはレム睡眠と、睡眠段階ごとに役割があるのも興味深い点です。ここまで、睡眠によって起こる記憶や学習の強化について見てきました。では、夢はそれにどう関わっているのか。スティックゴールド博士は、夢は我々が眠っている間も脳が活動している証拠だ、と述べ、夢と学習の関連を探る研究結果を紹介しました。ある実験では、3次元迷路のゲームを使って、夢と学習効果の関係を調べました。被験者は、制限時間内に迷路の出口を見つける訓練を行った後、90分間の休憩を取ります。この休憩時間中に昼寝をしたグループでは、途中で何度か起こして、夢の内容の報告を集めました。すると、迷路に関する夢を見た被験者だけが、休憩後のテストで著しい成績向上を示したのです。People who reported no dreams related to the task, to the maze, showed no improvement. But for those who, on at least one occasion, reported a dream related to the task, showed dramatic improvements in performance. 夢を見たかどうかで成績に天と地の差がついたのです。さらに興味深いのは彼らが見た夢の内容でした。決して迷路の地図を発見したなど直接役立つものではなく、一見関係の薄い奇妙な夢ばかりだったのです。博士はいくつか具体的な夢の例を挙げています。I can see the maze and I think if we could swim above it, we could see everything. I was like standing in the middle of a maze waiting for my friend to find me, and I was waiting and waiting, and she just kept going around and around calling my name. Or we were just walking through it, but it was like a formal maze, one of those outdoor ones made out of like hedges and bushes. どれも奇妙な夢ですが、肝心なのは夢見の最中に脳が何をしていたかです。博士はこれらの夢そのものが問題解決に直接役立つわけではないと断った上で、それでも夢を見た人の方が成績が伸びた事実を強調しました。So these are not going to help the people. And yet the people who have these dreams do better. 脳は眠っている間、夢という形で目覚めている時の課題を裏で処理している可能性があります。直接の答えは出さなくても、関連するイメージや体験を夢に登場させ、記憶を強化したり、問題への取り組み方を変化させたりしているのかもしれません。要するに、寝ている間にも学習は進んでいるということです。では夢を意図的にコントロールし、創造性向上に役立てることはできるのでしょうか。MIT メディアラボの大学院生だったアダム・ホロウィッツ氏とスティックゴールド博士が行った興味深い実験があります。被験者に特殊なグローブ型のデバイスをつけてもらい、うたた寝の最中に何度も起こして夢を報告してもらうというものです。この実験では、
被験者の半数に眠りに落ちる時に木のことを考えてくださいと指示しました。残りの半数には頭に浮かぶ考えをそのまま見つめてと指示しています。90分間のうたた寝の間、被験者は数分おきに起こされ、夢の内容を語りました。その結果、木のことを考えてと指示されたグループでは、報告された夢の 72% に木に関連する内容が含まれていたのです。対象グループではわずか1件程度でした。つまり、入眠時にあるテーマを意識すると、そのテーマに沿った夢を見やすいことが示されたのです。そして驚くべきは、目覚めた後の創造性テストの結果です。被験者は、木というお題で創造的な物語を作る課題、木の用途をできるだけ多く挙げる課題、木、枝、葉など提示された単語から連想される動詞を答える課題といった3種類のテストに臨みました。その結果、入眠時に木を思い浮かべて、木に関する夢を見た人たちの方が、どのテストでも創造性のスコアが高かったのです。And it turns out for the people who were told to think about a tree before they fell asleep, compared to those who were just told to think about their thoughts, pay attention to their thoughts, those who were thinking about a tree were more creative on all three of these tasks. つまり意図的に夢の題材を仕込むことで、そのテーマに関する創造的思考が高まる可能性があります。まるで、睡眠中に脳がそのテーマについて自由連想を行い、新たなアイデアの材料を提供してくれるかのようです。実は、こうした入眠時のひらめきを活用する試みは、古くから知られています。発明王トーマス・エジソンは、うたた寝の途中で強制的に目覚めることでアイデアを得ていたと言われます。椅子に座ってスプーンを手に持ち、皿の上に垂らしておき、眠りに落ちてスプーンを落とすとカーンと音がして目覚める。その一瞬のまどろみで、行き詰まりが解消することが多かったそうです。シュルレアリスム画家のサルバドール・ダリも同様に、鍵を持ったまま眠り、落とした瞬間に起きるという手法で着想を得ていたとか。And I would say to all of you in the audience, try this. You will discover that it actually works. 夜、ベッドに入る前に解決したい問題や考えたいテーマについて意識する。すると、入眠時や夢の中で脳が創造的にそれを料理し、思いもよらない解決策が浮かぶかもしれません。勉強や仕事で行き詰まったら、思い切って寝てしまうのも一つの手というわけですね。ここで改めて疑問が生じます。人はなぜ夢を見るのか。夢には何か生物学的な役割があるのでしょうか。スティックゴールド博士は自身の著書、ウェンブレインズドリームで提唱した新しい夢のモデル、ネクストアップ理論を紹介しました。ネクストアップとは、ネットワークエクスプロレーショントゥアンダースタンドポッシビリティーズ、可能性を理解するためのネットワーク探索の略で、夢の機能を端的に表現したものです。この理論では、夢とは、最近の出来事や関心事に関連した記憶をネットワーク的に探索し、その関連性をテストする場だと考えます。ただ単に日中の出来事を再生するのではなく、脳がその周辺にある関連記憶を次々と引っ張り出し、それらを組み合わせたストーリーを作ってみせる。そして夢の中で自分がそれにどう反応するかを観察し、もし有用な組み合わせであれば、記憶のつながり、シナプス結合を強化するのです。博士は自らの体験を例に説明しています。ある日、博士は車で帰宅中にヒヤリとするニアミス事故を経験しました。幸い事故には至らなかったものの、心臓はバクバク。家に着いた彼は妻に、アイオワかミネソタあたりの田舎に引っ越そうと冗談めかしてしまうほどビクビクしていました。しかし、その夜見た夢に注目してください。博士は夢の中で、息子と遊園地のバンパーカーに乗っていました。四方八方から他の車にガンガンぶつかられ、博士は、もう早く終わりにしたい、とビクビクしていたそうです。目覚めた時、博士は、昨日起きかけた事故の夢を見たぞ。おかしいな、と思いました。しかしよく考えると、脳はこの夢を通じて、ある関連性を探索していたことに気づいたのです。遊園地のぶつかり合いは車の衝突という点で、昨夜の出来事に関連しています。でもバンパーカーでは人が死ぬことはまずありません。つまり脳は、ヒヤリとした出来事は、実はバンパーカーのようなものではないか、という連想を試してみせたのです。夢の中で博士は恐怖を感じましたが、目覚めてから、よく考えたらバンパーカーで誰も大怪我はしない。昨日の出来事も命に関わるほど危険ではなかったのでは、
と新たな視点に気づきました。このように、夢は今の自分に役立つかもしれない過去の記憶を探し出し、ストーリーの中で組み合わせてみる役割を果たしている、というのがネクストアップ理論です。その結果生まれる夢が口頭無形だったり、支離滅裂だったりするのは、脳が手当たり次第に関連記憶を試しているからに他なりません。そして夢の中で強い感情的反応が起きれば、この組み合わせは今の自分に重要だと判断され、記憶の結合が強まります。逆に対して響かなければ忘れ去られるのです。This is the function of dreaming. It's network, associative memory network exploration to understand possibilities, to give us insight into old memories that might be useful to understand our current situation. It's what a good friend or a family member, a therapist does with us when we're trying to work out problems. This is the poor man's therapist, and we all have it. 夢とは自分だけのセラピスト。面白い表現ですが、確かに夢は私たちが抱える悩みや課題を別の角度から見つめ直すヒントをくれることがあります。悲しい時や不安な時、不思議な夢を見て目が覚めたら心が軽くなっていた。そんな経験がある方もいるかもしれませんね。スティックゴールド博士の講演から睡眠の持つ計り知れないパワーを見てきました。睡眠は単に身体の休息時間ではなく、脳が記憶を強化し、取捨選択し、新しい発見やひらめきを生み出す時間です。健康の維持にも欠かせません。では、テスト前夜に私たちが本当にすべきことは何でしょうか。言うまでもなく、十分な睡眠をとることです。Putting this all together. Sleep and dreaming carry out what may well be the most sophisticated functions that the human brain performs. It's the building of a model of ourselves and of the world that provides clues to the course of our future, and by shaping our autobiographical memory, creates the meaning within our life. 試験勉強においても、睡眠は暗記したことを定着させ、理解を深め、問題解決能力を高めてくれる最強の味方です。テスト前の夜はつい一夜漬けで勉強したくなるかもしれません。しかし、そこで無理に起きているよりも、思い切って布団に入りましょう。脳に仕事を任せてしまうのです。睡眠こそ、あなたの脳を合格へと導いてくれる秘密兵器なのです。ぜひ今度の試験前には、最後にやるべきこととして、しっかり睡眠をとってみてください。きっと翌朝、冴えた頭で試験に臨めることでしょう。